レッスン1、不動産アドベンチャー。こんにちは。アンナ、家を買ったことはありますか？こんにちは、ジョン。はい、実は去年、初めて家を買ったばかりです。かなりの冒険でした。本当に、それはすごい。不動産業者を利用しましたか？それともオンラインリスティングで見つけましたか？実際にオンラインリストで見つけました。何時間もかけて様々なウェブサイトを閲覧したり、家の写真を見たりしました。ワクワクしそうですね。どの家が自分に合っているか、どうやってわかったの？さて、私は必需品と持っておくと便利なもののリストを作成しました。次に、予算と場所の好みに基づいてオプションを絞り込みました。それは賢いアプローチです。決定を下す前に直接家を訪ねたの？はい、間違いありません。私は売り手との面談を予約し、各家を訪問して空間の感触をつかみ、それが私の期待に合っているかどうかを確認しました。それはかなりのプロセスだったと思います。その過程で何か課題はありましたか？ああ、間違いない。時々、家は写真とは全く異なって見えることがありました。細部に注意を払うことが重要でした。それがいかに難しいかがわかります。売り手と値段の交渉をしたんですか？絶対に。私は提示価格を下回るオファーをして、お互いが納得できる価格に達するまで売り手と交渉しました。それは印象的です。購入の過程で専門家の助けはありましたか？はい、家の状態が良好で、隠れた問題がないことを確認するために、住宅検査官を雇いました。それは賢明な決断です。家を買うのはかなり冒険したようだね。ああ、それは間違いなく冒険でした。しかし、結局それだけの価値はありました。私は新しい家が大好きです。それを聞いて嬉しいよ。その過程を通して多くのことを学んだようですね。絶対に。家を買うことは大きな決断ですが、綿密な計画とリサーチをすれば、やりがいのある経験になるかもしれません。将来家を買うと決めたときは、必ずそのことを心に留めておきます。あなたの経験を共有してくれてありがとう。どういたしまして。アドバイスが必要な場合や、さらに質問がある場合は、遠慮なく質問してください。それはありがたいです。その時が来たら必ず連絡します。改めて、ありがとう。レッスン2、目的地のジレンマ。アンナさん、こんにちは。次の休暇でどこに行きたいか決めましたか？こんにちは、ジョン。まだ決めてないよ。ビーチとか近くの場所を考えています。あなたはどう？ああ、私はビーチが大好きです。でも、大都市を探検することも考えています。どっちにするか決められない。さて、ビーチに行くのはとてもリラックスできます。太陽の下で横になったり、海で泳いだり、美しい景色を楽しんだりできます。すごいですね。ちょっとリラックスした方がいいよ。しかし一方で、大都市を探索するのはとてもエキサイティングです。見るべき新しいことやすることは常にあります。
それは本当です。大都市では美術館を訪れたり、買い物に行ったり、様々な料理を試したり、活気に満ちた都市生活を体験したりできます。はい、オプションは無限大です。様々な料理を試して、地元の文化に浸るというアイデアが大好きです。絶対に。新しい食べ物を試すのは旅の醍醐味の一つです。今までに経験したことのない味を味わうことができます。それは本当です。しかし、繰り返しになりますが、ビーチのそばにいて、つま先で砂を感じたり、波の音を聞いたりすると、とても落ち着きます。完全に同意します。ビーチには穏やかな気分にさせてくれ、忙しい世界から切り離せる方法がある。それこそまさに私が今必要としているもの、平和な逃避です。多分、ビーチは私にとって完璧な選択です。そうかもしれないようですね。さらに、サーフィンやシュノーケリングなどのウォーターアクティビティに参加したり、海岸沿いを長く散歩したりすることもできます。それは魅力的に聞こえます。夕日を楽しんだり、砂のお城を作ったりする自分の姿はもう想像できます。素晴らしい画像ですね。しかし、街の活気に満ちたナイトライフと、新しい人々と出会い、心に残る思い出を作るチャンスを忘れないでください。あなたの言うとおりだ。どちらのオプションにも独自の魅力があります。ビーチと街の両方を兼ね備えた目的地を探すべきかもしれません。それは素晴らしいアイディアだ。日中はビーチでリラックスしたり、夜は街のアトラクションを探索したりできる、両方の長所を兼ね備えた場所がいくつかあります。それは完璧な妥協案のように思えます。それらの目的地は必ず調べてみます。提案ありがとうございます。どういたしまして。休暇の希望をすべて満たす完璧な目的地を見つけていただければ幸いです。それはありがたいです。私がどこに行くのか必ず教えてあげよう。もしかしたらあなたも参加できるかも。それは素晴らしいでしょう。私はいつも冒険したいと思っている。知らせてくれれば、そこに行く。ありがとうございます。投稿し続けます。完璧なバケーションスポットを見つけるために頑張りましょう。レッスン3、予算に優しい宿泊施設。アンナさん、こんにちは。旅行を計画していて、中心部のホテルを探す必要があります。お手頃で快適なオプションについて何か提案はありますか？こんにちは、ジョン。もちろん、そのことなら私が手伝うよ。価格は様々ですが、市内中心部には予算に優しいホテルがいくつかあり、検討してみてください。それは素晴らしいことです。快適さや立地を犠牲にすることなく、予算内に収めたいです。わかりました。一つの選択肢は、オンラインの旅行サイトをチェックすることです。人気エリアのホテルを割引料金で提供している場合が多いです。それはいい考えだ。私は間違いなくそれらのウェブサイトを閲覧して価格を比較します。他に何か提案はありますか？別の選択肢は、ホステルやゲストハウスに滞在することを検討することです。通常はより手頃な価格で、それでも快適な滞在を提供できます。ホステルのことは聞いたことがありますが、自分に合っているかどうかは分かりません。安全で清潔ですか？
はい、多くのホステルでは個室を用意しているので、自分のスペースを確保できます。また、ほとんどのホステルは清潔さとセキュリティを優先しています。それは知っておくと良いことです。別の方法としてそのことを心に留めておきます。他に手頃な価格の宿泊施設を見つけるためのヒントはありますか？もう一つのヒントは、市内中心部の少し外側に滞在することを検討することです。郊外のホテルの方が安い場合が多く、公共交通機関を利用して主要な観光スポットに簡単それはにアクセスで賢い考きます。えだ。便利な場所にありながら、いくらかお金を節約できるでしょう。それも調べてみます。素晴らしい。お役に立ててよかったです。レビューを読み、検討中のホテルが提供するアメニティを確認することを忘れないでください。そうすれば、十分な情報に基づいて決定を下すことがで絶きま対に、す。レビューを読んで、無料の Wi-Fi や朝食など、自分にとって重要なアメニティがないか確認します。賢い選択。徹底的な調査を行うことで、ニーズを満たし、予算にぴったり合うホテルを見つけることができます。すべての提案をありがとう。予算に優しく、しかも中心部に位置するホテルを見つけることに自信が持てるようになりました。レッスン4、買い物リストとタスク分割。アンナさん、こんにちは。食料品の買い物をする時間だと思います。素晴らしい。それでは買い物リストを用意して、タスクを分担しましょこんにちは、ジョン。それは計画のように思える。まずは、必要なすべてのアイテムのリストを作ることから始めましょう。ペンと紙はありますか？う。ペンは持ってるけど、紙を探さないと。それまでの間、含めるべき項目についてブレインストーミングを始めてみませんか？承知しました。果物、野菜、乳製品、肉などの基本から始めましょう。ご飯、パスタ、缶詰などのパントリーの定番商品を追加することもできます。いいアイディアだ。また、クリーニング用品、トイレタリー、その他必要な家庭用品も含める必要があります。絶対に。そして、リラックスしたい時に備えて、チップス、クッキー、ドリンクなどのスナックや飲み物を忘れないでください。正しい。朝食、昼食、夕食を含むすべての食事を用意しておきましょう。シリアル、パン、ラン、その他の朝食の必需品を追加できます。それは良い点です。また、特別な食事のニーズや好みも考慮して、適切な選択肢を含める必要があります。間違いなく、リストの準備ができたら、タスクを分割できます。農産物と乳製品のセクションを担当するのはどうですか？いいですね。新鮮な果物、野菜、乳製品の選定は私が担当します。それになぜ肉やパントリーのアイテムを扱わないの？ええ、それはできます。必ず良質の肉を選んで、ご飯、パスタ、缶詰などの食料庫の必需品を買いだめします。パーフェクト。また、食品以外のアイテムについても考える必要があります。掃除用品や洗面用具は私が預かったらどう？それは私にとってはうまくいきます。そして、電球や電池など、必要な他の家庭用品もすべて取り扱います。計画のように聞こえます。買い物が終わったら、会って、それに応じて請求書を分けよう。絶対に、領収書は保管しておいて、
経費の合計は私たちで分けますよ。そうすれば、公平で透明性が高まります。同意した。経費を把握し、両者が等しく貢献していることを確認することが重要です。まさに、チームワークと協力がすべてです。私たちはお互いに支え合い、ショッピングプロセスをより効率的にすることができます。間違いなく。一緒に仕事をしていると、いつもより楽しく生産的になります。買い物リストから始めましょう。絶対に、紙を探しに行って、必要なものを書き留めよう。これでいい買い物旅行になるよ。ワクワクするよ。リストにあるものをすべて網羅して、プロセスを楽しんでみましょう。ハッピーショッピング、パートナー。ありがとうございます。あなたの熱意に感謝します。これを生産的で楽しいショッピング体験にしましょう。準備の行き届いた買い物リストへ。レッスン後、ショッピングのコツとおすすめ。こんにちは、アンナ。今日は買い物に行く予定です。リストにはいくつか商品がありますが、提案は受け付けています。もちろん、それらにも目を光らせておきます。こんにちは、ジョン。それは素晴らしい。買い物は楽しいものです。特に新しいアイテムを発見したときはなおさらです。リストに何が入っているか教えてください。何かおすすめがあるか見てみます。これからの季節に新しい服を買わなくちゃ。着心地が良くてスタイリッシュなオプションを探しています。ワクワクしそうですね。古着屋や中古品店に行くことを考えたことはありますか？多くの場合、ユニークで手頃な価格の衣料品が揃っています。それは素晴らしいアイディアだ。古着屋のことは考えたことがないけど、隠れた名所を見つけるのは間違いない。見つけられるものに驚くかもしれません。リサイクルショップは、お金をかけずにワードローブに個性を加えるのに最適な方法です。ワードローブにユニークなアイテムを追加するというアイデアが好きです。リサイクルショップには絶対にチャンスを与えます。他にショッピングのコツは？もう一つのヒントは、売上や割引に注意することです。多くの店舗では、季節限定セールやクリアランスセールを実施しており、お金の節約に役立ちます。それは良い点です。購入する前に、進行中のセールやプロモーションがないか確認します。さらに、購入する前に試着することを忘れないでください。服がしっかりフィットし、着心地が良いことを確認することが重要です。絶対に、着心地を良くするためには試着が欠かせません。時間をかけて、選んだ服が正しいサイズか確認するよ。また、特定のブランドやアイテムを探している場合は、オンラインショッピングを検討することもできます。多くのウェブサイトでは、幅広いオプションが提供され、玄関先まで届きます。オンラインショッピングは、特に特定のものを探している場合に便利です。実店舗で必要なものが見つからない場合は、そのことを覚えておきます。それは良いアプローチです。オンラインショッピングは可能性を広げてくれます。購入する前に必ずレビューを読み、サイズ情報を確認してください。絶対に、リサーチをして、情報に基づいた意思決定を行います。ショッピングのヒントやおすすめをありがとうございます。感謝しています。
レッスン6、個性を表現する。アンナさん、こんにちは。個性を表現する様々な方法について考えてきました。いろいろな方法で自分らしさをアピールできるのは魅力的じゃないですか？こんにちは、ジョン。絶対に。一人一人が独自のスタイル、興味、才能を持っているのを見るのは素晴らしいことです。人生にワクワク感を与えてくれることは間違いありません。間違いなく、自分を表現するために様々な方法を模索するのはいつもワクワクします。それがファッション、趣味、あるいは生活空間の装飾の仕方であれ。絶対に。ファッションは私たちの個性をアピールする素晴らしい方法です。私たちが着る服は、私たちの個性を反映し、私たちが誰であるかを表現することができます。それは本当です。ファッションは芸術の一形態であり、自分の創造性や個人的な好みを表現するために使えると私は信じています。自分の個性を外側に身につけているようなものです。これ以上は同意できませんでした。私たちの趣味や興味も、私たちの個性を表現する上で重要な役割を果たしています。例えば、写真に対する情熱があれば、独自のレンズを通して世界を捉えることができます。絶対に。そして、私たちが生活空間を飾る方法を忘れないようにしましょう。私たちが選んだ色、家具、アートワークは、私たちの個人的なスタイルを表現するユニークな雰囲気を作り出すこそれはとができます。素晴らしい点です。私たちの生活空間は私たち自身の延長であり、私たちの好みや好みを反映していなければなりません。それは私たち自身の小さな世界を創造するようなものです。間違いなく。個性を表現するもう一つの方法は、読んだ本や見る映画を通して表現することです。これらの選択は、私たちの興味や価値観への洞察を与えてくれます。私も同感です。私たちが没頭するストーリーは、私たちの視点を形作り、想像力をかきたてることができます。それは私たちの魂への窓のようなものです。絶対に。そして、言葉の力を忘れないようにしましょう。コミュニケーションの仕方、使う言語、表現するアイデアはすべて、私たちの個性に貢献しています。あなたの言うとおりだ。私たちの言葉には、インスピレーションを与え、影響を与え、永続的な影響を与える力があります。言葉には、私たちのユニークな考えや経験が反映されています。確かに。一人一人が独自のストーリーを持っているのは魅力的です。私たちの経験、挑戦、勝利が私たちを形作っています。それらの物語を共有することは、私たちの個性を表現するもう一つの方法です。私たちのストーリーは私たちの一部であり、それを共有することで、つながりや理解のための新しい道が開かれます。それは私たちの個性を祝う素晴らしい方法です。本当にそうです。自分の個性を受け入れることは、自分の人生に喜びをもたらすだけでなく、周りの人々の人生を豊かにすることにもなります。それは私たちが世界と共有できる贈り物です。私たちの個性は、私たちをユニークで特別なものにしているのです。私たち自身の個性の美しさを称えながら、様々な方法で自分自身を探求し、表現し続けましょう。レッスン7、特別な日のお祝い。アンナさん、こんにちは。特別な日を祝い、感謝することがいかに重要かをずっと考えてきました。
絶対に特別な日に感謝され、大切にされていると感じられるようにしましょう。こんにちは、ジョン。これ以上は同意できない。特別な日を祝うことで、私たちは人生で出会った人々への愛と感謝を示すことができます。それは彼らに特別な気分を味わわせる素晴らしい方法です。間違いなく、誕生日、記念日、その他の節目は、感謝の気持ちを伝え、心に残る思い出を作る機会を与えてくれます。こうした瞬間を大切にすることが重要です。絶対に。祝う一つの方法は、心のこもった贈り物をすることです。大切なのは物質的な価値ではなく、贈り物の背後にある感情です。それは本当です。よく考えられた贈り物は、意味のあるものを選ぶために努力と配慮を払ってきたことを示しています。それは私たちの愛と感謝を示す方法です。そして、言葉の力を忘れないようにしましょう。心のこもったメッセージを送ったり、心のこもったカードを書いたり、あるいは詩を捧げたりすることは、大きな影響を与える可能性があります。あなたの言う通りだ。言葉には心に触れ、深い感情を伝える力があります。言葉が私たちにとってどれほど大切かを誰かに伝える素晴らしい方法です。絶対に。祝うもう一つの方法は、充実した時間を一緒に過ごすことです。特別なお出かけを計画したり、集まりを企画したりすることで、大切な思い出を作ることができます。それは本当です。時間は貴重な贈り物であり、特別な日に誰かに捧げることは、私たちが人生におけるその人の存在をどれほど大切にしているかを示しています。忘れられない体験を想像することが大切です。確かに。お祝い事は、美味しい食べ物や飲み物を楽しむ機会にもなります。手作りの食事でも、お気に入りのレストランでの外食でも、お祭りの雰囲気が盛り上がります。絶対に、食べ物には人々を結びつけ、楽しい雰囲気を作り出す方法があります。それは機会を祝うだけでなく、人生の喜びそのものを祝う方法でもあります。そして、サプライズの重要性を忘れないようにしましょう。サプライズパーティーやちょっとしたジェスチャーなど、思いがけないことを計画することで、その機会をさらに思い出深いものにすることができます。全くその通りだ。サプライズは、お祝いに興奮と期待の要素を加えます。誰かの一日を本当に特別なものにするために私たちがさらに努力したことを示しています。間違いなく。最後に、お祝いは大きなイベントに限定されないことを覚えておくことが重要です。日常の出来事や成果も表彰と感謝に値します。それは素晴らしい点です。人生における小さな勝利や節目を祝うことは、些細なことに喜びを見出し、その度に感謝することを思い出させてくれます。絶対に。ですから、私たちの生活に幸せをもたらす人々や瞬間を祝うために、意識的に努力しましょう。特別な日には、誰もが愛され、大切にされていると感じるに値します。これ以上は同意できませんでした。印象に残る、有意義なお祝いを必ず作りましょう。洞察に満ちた会話をありがとうございました。レッスン8、活気あふれる都市を探索する。アンナさん、こんにちは。訪れるべきさまざまな都市を調べてきましたが、ロンドンに傾いています。とても活気に満ちた歴史ある街のようです。こんにちは、ジョン。ロンドンは素晴らしい選択です。歴史、文化、現代性がユニークに融合した街です。そこには探索したり体験したりすることがたくさんあります。絶対に。
ロンドンにはロンドン塔やバッキンガム宮殿などの象徴的なランドマークがあり、豊かな歴史があると聞きました。彼らに直接会えたら素晴らしいと思います。はい、それらのランドマークは本当に素晴らしいです。しかし、ロンドンは歴史だけにとどまりません。アートとカルチャーの中心地でもあります。大英博物館やテートモダンなど、世界クラスの美術館を訪れることができます。それは本当です。ロンドンのアートシーンは有名で、活気に満ちた芸術的な雰囲気に浸りたいです。ロンドンは創造性と革新性を育む街です。間違いなく。そして、ロンドンの多様な料理シーンを忘れないようにしましょう。伝統的な英国のパブから国際色豊かな料理まで、あらゆる味覚を満足させるものが揃っています。有名なフィッシュ&チップスを食べたり、地元のフードマーケットを探索したりするのが楽しみです。ロンドンは美味しい料理で知られていて、この街の味を堪能するのが待ちきれません。美味しそう。ロンドンのもう一つの素晴らしいところは演劇シーンです。ウエストエンドには世界クラスの作品があり、そこで演劇やミュージカルを見ることは忘れられない体験になるでしょう。絶対に。ウエストエンドは一流のパフォーマンスで有名で、このような象徴的な舞台でライブシアターの魔法を目の当たりにしたいです。ロンドンでは絶対に見逃せないイベントです。そして、美しい公園や緑地も忘れないようにしましょう。ハイドパークとケンジントンガーデンズは、のんびりと散歩したり、晴れた日のピクニックに最適です。それは素晴らしいですね。公園を散策することは、自然を楽しみ、活気に満ちた街の雰囲気から離れて休憩するのに最適な方法です。ロンドンでは、実に多様な体験ができます。絶対に。伝統と革新が出会う街で、常に何か新しくてエキサイティングなことが起こっています。ロンドンでは、見どころやアクティビティが尽きることはありません。街の活気に満ちたエネルギーに浸り、歴史、文化、現代のユニークな融合を体験することを本当に楽しみにしています。ロンドンはすべてが揃っている場所のようです。間違いなくそうです。ロンドンには世界中からの訪問者を魅了する魅力があります。街を散策して忘れられない思い出を作って素晴らしい時間を過ごせること間違いなしです。ありがとうございます。ロンドンについてのあなたの洞察と熱意に感謝します。この冒険に乗り出し、この街の素晴らしさを発見するのが待ちきれません。レッスン9、説得力のある要求。アンナさん、こんにちは。説得力のあるリクエストをする方法を考えていました。あなたの要求を裏付ける証拠があることは重要です。もちろん、説得力のある主張をするための適切なツールが揃っていることを確認しましょう。こんにちは、ジョン。これ以上は同意できない。リクエストを行う際に、強力な証拠と裏付けとなる議論があると、成功の可能性が大幅に高まります。重要なのは、説得力のある事例を提示することです。間違いなく、お客様のリクエストをサポートする一つの方法は、関連するデータや統計情報を提供することです。数字は、求めている内容の重要性や影響を説明するのに役立ちます。それは本当です。データは信頼性を高め、リクエストの必要性を示すことができます。信頼できる情報源を見つけ、情報を明確かつ簡潔に提示することが重要です。絶対に。あなたのリクエストを裏付けるもう一つの方法は、個人的な経験や逸話を共有することです。現実のストーリーは感情的なつながりを生み出し、リクエストの重要性を浮き彫りにすることができます。
あなたの言う通りだ。個人的な体験は、リクエストに人間味を加え、より親しみやすいものにしてくれます。そうすることで、あなたのリクエストがなぜ重要なのかを他の人がより深く理解できるようになります。さらに、例やケーススタディを提供すると説得力が高まります。リクエストが似たような状況や状況で成功したことがわかります。間違いなく。例とケーススタディは、あなたの要求の実現可能性と潜在的な肯定的な結果を示しています。そうすれば、あなたが求めていることを他の人に自信を持ってサポートしてもらうことができます。お客様の要望に応えるもう一つの効果的な方法は、お客様の声や推薦文を紹介することです。尊敬される個人や組織から支持を集めることができれば、あなたの主張に信憑性が加わります。それは本当です。お客様の声や推薦文は社会的な証拠となり、他の人があなたのリクエストの価値を信じていることを示すものです。これは、支持を得て意思決定に影響を与える強力な方法です。さらに、潜在的な意義や懸念を予測して対処することも重要です。積極的に質問に答えたり、解決策を提供したりすることで、疑念を和らげ、肯定的な回答が得られる可能性を高めることができます。間違いなく、異議申し立てに対応する準備が整っていることは、あなたが要求を熟考し、解決策を見つけることに全力を注いでいることを示しています。それはあなたの献身を示し、好ましい結果が得られる可能性を高めます。リクエスト全体を通して礼儀正しく説得力のある口調を保つことが重要です。明確で、簡潔で、礼儀正しい言葉を使います。他者の視点を考慮しながら、説得力のある主張をすることです。それは素晴らしい点です。礼儀正しくコミュニケーションをとり、適切な言葉を選ぶことで、リクエストの受け取り方に大きな違いが生まれます。それはあなたが他の人の意見や懸念を大切にしていることを示しています。ありがとうございます。説得力のあるリクエストを行うための洞察に感謝します。正しい証拠と思慮深いアプローチがあれば、肯定的な反応が得られる可能性を高めることができます。レッスン10、時間管理の習得。アンナさん、こんにちは。時間管理のスキルを向上させることを考えています。一日を最大限に生かすことはとても重要です。こんにちは、ジョン。時間管理は確かに不可欠です。整理された状態を保ち、生産性を高め、目標を達成するのに役立ちます。どのような戦略を検討していますか？明確な優先順位を設定し、やることリストを作成すると役立つことがあると読んだことがあります。どのタスクが最も重要かを知ることで、そのタスクに集中し、確実に完了させることができます。それは素晴らしいスタートです。タスクに優先順位をつけることで、時間とエネルギーを効果的に割り当てることができます。重要なのは何が緊急で、何が重要かを区別することです。絶対に。もう一つの戦略は、気を散らすものを排除することです。電話通知やソーシャルメディアなどの中断を最小限に抑えることで、集中力を保ち、より効率的にタスクを完了することができます。あなたの言う通りだ。気を散らすものは私たちの時間のかなりの時間を食い尽くすことがあります。働きやすい職場環境を作り、境界を設定することで、順調に進むことができます。それは本当です。私が出会ったもう一つのテクニックはポモドーロテクニックです。通常は25分間という短いバーストで作業し、その後に短い休憩を取ります。集中力と生産性を維持するのに役立ちます。それは素晴らしいテクニックです。
作業を管理しやすい部分に分割することで、生産性が向上し、燃え尽き症候群を防ぐことができます。大切なのは、自分に合ったリズムを見つけることです。可能な場合はタスクを委任することが有益であることも分かりました。特定の責任を他の人に割り当てることで、より重要な仕事や戦略的な仕事に時間を割くことができます。それは素晴らしい点です。委任は作業負荷の分散に役立つだけでなく、他の人の強みや専門知識を活用することもできます。それはよりスマートに働くことであり、もっと一生懸命働くことではありません。時間管理のもう一つの側面はスケジューリングです。さまざまなアクティビティに特定の時間枠を割り当てることで、重要なタスクにふさわしい注意が払われるようにすることができます。全くその通りだ。スケジューリングは構造を作るのに役立ち、タスクの見落としを防ぐのに役立ちます。また、生産的な時間を最大限に活用するのにも役立ちます。絶対に。さらに、定期的に休憩をとって充電することも重要です。少しの間仕事を休むと、戻った時の生産性と創造性が実際に高まります。それは本当です。休憩は時間の無駄ではありません。私たちの健康と精神の明晰さに必要なものです。仕事と休息の適切なバランスを見つけることが重要です。全くその通りだ。もう一つ役に立った手法は、アイゼンハワーマトリックスです。タスクを緊急度と重要度に基づいて分類し、効果的に優先順位をつけるのに役立ちます。それは素晴らしいテクニックです。アイゼンハワーマトリックスは、私たちが時間とエネルギーをどのように使うかについて、情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。つまり、意図的かつ戦略的に行動することです。私たちの時間管理慣行を定期的に見直し、熟考することが重要です。何が効果的で、何を改善すべきかを特定することで、アプローチを改善し、より効率的になることができます。全くその通りだ。時間管理に関しては、継続的な改善が鍵となります。それは、個々のニーズや好みに合った戦略を適用させ、見つけることです。ありがとうございます。時間管理についてのご意見に感謝します。これらの戦略を念頭に置いていれば、私は一日を最大限に活用し、目標を達成できると確信しています。レッスン11、旅行の必需品。アンナさん、こんにちは。次の旅行について考えていました。それは便利だね。運転免許証とクレジットカードを忘れずに持参してください。こんにちは、ジョン。旅行の必需品は絶対不可欠です。運転免許証やクレジットカードなどは必ず持っていきます。他にどんなアイテムが必須だと思いますか？さて、有効なパスポートは海外旅行には間違いなく必須です。パスポートの有効期限を確認し、旅行期間中有効であることを確認することが重要です。それは本当です。海外旅行には有効なパスポートが不可欠です。有効期限を必ず確認して、必要なら更新します。旅行保険についてはどうですか？旅行保険は、特に長時間の旅行や馴染みのない目的地を訪れる場合に適しています。医療上の緊急事態や旅行のキャンセルなど、不測の事態に備えて保証します。あなたの言う通りだ。旅行保険は安心と経済的保護をもたらすことができます。旅行前に旅行保険に加入することを検討します。素晴らしい。もう一つ持っておくべき重要なアイテムは、ユニバーサルアダプターです。これにより、
さまざまな国のさまざまな電源コンセントで電子機器を充電できます。特に国によってプラグの種類が異なるため、これは不可欠です。デバイスを充電しておけるように、必ずユニバーサルアダプターを用意しておきます。間違いなく。また、予定表のコピーと、ホテルの予約、航空券、連絡先などの重要な書類を用意しておくこともお勧めします。整理整頓に役立ちます。それは素晴らしい点です。予定表や重要な書類を印刷またはデジタルコピーしておくと、特に旅行中に問題が発生した場合に非常に役立ちます。絶対に。もう一つの必須アイテムは、信頼性の高いトラベルバッグまたはスーツケースです。丈夫で安全で、すべての持ち物を快適に収納できるものでなければなりません。あなたの言う通りだ。旅行をスムーズにするには、良いトラベルバッグやスーツケースが不可欠です。私たちのニーズを満たし、十分なスペースがあるものを選ぶようにしています。それは重要です。さらに、必要な医薬品、トイレタリー、パーソナルケア用品も忘れずに梱包してください。旅行中はいつでも手元に置いておくことをお勧めします。間違いなく。持っていく必要のある薬やパーソナルケア用品をすべてチェックリストにします。旅行中は準備を整え、必要なものをすべて用意することが重要です。絶対に。最後に、訪れた場所の現地の慣習、伝統、特定の文化的規範について調べてみるといいでしょう。それは私たちが現地の文化をナビゲートし、尊重するのに役立ちます。それは本当です。現地の慣習や文化的規範を意識することは、より豊かで礼儀正しい旅行体験をするのに役立ちます。事前に必ずリサーチしておきます。ありがとうございます。旅行の必需品についてのご意見に感謝します。これらの項目を念頭に置いておけば、スムーズで楽しい旅行ができます。レッスン12、賢い選択をする。アンナさん、こんにちは。次のイベントのオプションを検討しています。都合の良い、意味のあるタイミングのオプションは重要です。こんにちは、ジョン。もちろん、賢い選択をすることは非常に重要です。最適なオプションを選択する際には、様々な要素を考慮することが重要です。具体的にはどのような側面に注目していますか？重要な要素の一つは場所です。簡単にアクセスでき、できれば公共交通機関の近くにある必要があります。そうすれば、出席者全員にとって便利になります。それは本当です。アクセスしやすく、公共交通機関に近いことが重要な考慮事項です。これにより、参加者は手間をかけずに会場に到着できます。間違いなく、考慮すべきもう一つの要素はコストです。さまざまなオプションを比較して、予算に最も適したオプションを選択する必要があります。あなたの言う通りだ。費用対効果は重要です。各オプションが提供するサービスやメリットを評価し、予算に合っているかどうかを判断する必要があります。絶対に、プロバイダーやオーガナイザーの評判やレビューを検討することも重要です。ポジティブなフィードバックや推薦は、私たちの選択に自信を与えてくれます。それは素晴らしい点です。レビューやお客様の声を確認することで、サービスやイベントの質や信頼性について貴重な洞察を得ることができます。情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。間違いなく。さらに、
タイミングも重要な役割を果たします。他の約束と矛盾しないように、イベントの日付とスケジュールを検討する必要があります。あなたの言う通りだ。スケジュールの重複を避けるためには、空き状況やその他の契約を考慮することが重要です。これにより、選択したオプションに全力で取り組み、楽しむことができます。それは本当です。考慮すべきもう一つの側面は、イベントやサービスから得られる全体的な体験や価値です。それが私たちの目標や期待に合っているかどうかを評価する必要があります。絶対に、潜在的なメリットと結果を評価することが重要です。イベントやサービスは私たちに貴重な知識や人脈づくりの機会、あるいは個人の成長をもたらしてくれるでしょうか。間違いなく。また、オプションによって提供される追加機能や特典も検討する価値があります。場合によっては、特定の追加機能やボーナスが全体的な体験を向上させることがあります。それは素晴らしい点です。ボーナス機能や特別オファーは、選択したオプションに付加価値を与えることができます。それらが私たちの好みに合っているかどうかを評価し、全体的な体験を向上させる必要があります。絶対に。最後に、私たちは直感を信じるべきです。すべての要因が好ましいように見えても、直感が私たちを最良の選択へと導いてくれることがあります。あなたの言う通りだ。直感は意思決定において重要な役割を果たすことができる。私たちは自分の本能に耳を傾け、自分にとって正しいと感じる選択肢を選ぶべきです。ありがとうございます。賢い選択をするための洞察に感謝します。これらの要素を念頭に置いて、ニーズに最も適したオプションを選択できます。レッスン13、電源投入、バッテリー寿命を考慮する。アンナさん、こんにちは。私はスマートフォンを研究していて、2つのモデルの間で迷っています。どちらも素晴らしい機能を備えていますが、どちらを選べばいいのか分かりません。どう思いますか？こんにちは、ジョン。スマートフォンを選ぶのは難しいかもしれません。機能以外に各モデルのバッテリー寿命を考えたことはありますか？それは良い点です。常に充電しなくても一日中使える電話が欲しい。絶対に。シームレスなユーザーエクスペリエンスにはバッテリー寿命が不可欠です。両方の携帯電話のバッテリー容量に関する仕様を確認しましたか？はい、バッテリーのサイズを比較しましたが、実際の使用量にどう反映されるか分かりません。バッテリーの性能を見積もる方法はありますか？バッテリー寿命を測定する一つの方法は、ミリアンペアワー、ミリアンペア時の定格を確認することです。一般に、ミリアンペアワー定格が高いほど、バッテリーの寿命は長くなります。つまり、ミリアンペアワー定格が高いほど、バッテリーの寿命は長くなります。それは知っておくと良いことです。バッテリー寿命に関して他に考慮すべきことはありますか？ミリアンペアワー定格とは別に、画面の明るさ、アプリの使用状況、ネットワーク接続などの要因がバッテリー消費に影響を与える可能性があります。これらも検討する価値があります。それは理にかなっています。その点を念頭に置いて決断するつもりです。他に気をつけるべきことはありますか？考慮すべきもう一つの側面は、携帯電話の省電力機能です。一部のモデルには、バッテリー寿命を伸ばすためにバッテリー最適化設定や低電力モードが用意されています。ああ、それは素晴らしい点です。省電力機能があると、バッテリーの使用量を最大化するのに大いに役立ちます。それも必ず確認しておきます。ありがとう。
どういたしまして。決定を下す前に、あらゆる面を考慮することが常に重要です。バッテリー寿命は、シームレスなスマートフォン体験を実現する上で重要な要完素です。全に同意します。優れた機能を備えていてもバッテリーの寿命が短い電話は、イライラすることがあります。十分な情報に基づいた決定を下すために、ご意見をいただければ幸いです。レッスン14、仕事と私生活のバランス。アンナさん、こんにちは。仕事が終わったら、こっそりワークアウトをして、リラックスしてみます。あなたはどう？夕方の予定は？こんにちは、ジョン。それは素晴らしい計画のようですね。私としては、少し本を読んで、夕食に新しいレシピを試してみようと思っています。それは素晴らしいですね。仕事で長い一日を過ごした後は、リラックスして元気を取り戻すのに役立つアクティビティの時間を見つけることが重要です。私生活と職業上の責任のバランスを取るにはどうすればいいですか？仕事と私生活のバランスを取ることは難しいかもしれませんが、私たちの全体的な健康には不可欠です。私はセルフケアを優先し、それに応じてスケジュールを計画するようにしています。境界線を設定し、時間を効果的に管理することで、仕事と個人活動の両方に専用のスロッそれトをは印割り当て象的で。ることがですきます。境界線を設定し、時間を効果的に管理することは、健全なワークライフバランスを維持するための重要な戦略です。これにより、自分自身や愛する人のための時間を確保しながら、仕事でベストを尽くすことができます。絶対に。燃え尽き症候群を避け、喜びとリラックスをもたらす活動のための時間を確保することが重要です。これらのアクティビティをルーチンに取り入れることで、長期的には充電と生産性の向上が可能になります。これ以上は同意できませんでした。ワークアウトや趣味などの活動に参加したり、愛する人と充実した時間を過ごしたりすることは、ストレスを軽減し、全体的な健康状態を改善するのに役立ちます。自分にとって大切なことに時間を割くことは重要です。間違いなく。幸せと充実感をもたらす活動のための時間を意識的に作ることで、ワークライフバランスを高め、全体としてより満足のいく人生を送ることができます。それは、自分にとって最も効果的なものを個別に見つけることです。全くその通りだ。ワークライフバランスの定義は人によって異なるため、自分にとって最も効果的なものを自分で見つけることが重要です。それは、自分の幸福を優先し、自分の価値観や目標に沿った意識的な選択をすることです。正確に、ワークライフバランスとは、自己認識と適応の継続的なプロセスです。そのためには、私たちが充実したバランスの取れた生活を送れるように、優先順位を定期的に評価し、必要な調整を行う必要があります。よく言った。仕事と私生活の調和を見出すための生涯にわたる旅です。自分の選択に留意し、意図的に努力することで、持続可能で充実したワークライフバランスを作り出すことができます。絶対に。それは私たちが乗り出し、生涯を通じてナビゲートし続けなければならない旅です。自分のニーズに常に気を配り、意識的な選択をすることで、平衡感覚を得て、全体としてより充実した人生を送ることができます。洞察を共有していただきありがとうございます。アイデアを交換し、お互いの経験から学ぶことは常に価値があります。これからも健康を優先し、健全なワークライフバランスを目指して努力していきましょう。レッスン15、旅行計画のヒント。アンナさん、こんにちは。次の休暇の計画を考えています。オンラインでお得な情報を見つける方法について何かアドバイスはありますか？それとも旅行代理店を利用することを検討すべきですか？こんにちは、
ジョン。休暇の計画はワクワクするものです。お得な情報を見つけるには、オンラインプラットフォームと旅行代理店の両方に利点があります。それはあなたの好みや求める利便性のレベルによって異なります。それは理にかなっています。オンラインプラットフォームの便利さには感謝していますが、個別の支援を提供できる旅行代理店の選択肢も検討したいと思っています。旅行代理店を利用するメリットは？旅行代理店を利用することは有益です。彼らは限定セールや割引を利用でき、その専門知識が様々なオプションをナビゲートするのに役立ちます。また、お客様の好みや予算に基づいておすすめを提供することもできます。それは素晴らしいですね。専門知識を持った人がプランニングプロセスを案内し、最良の取引を確実に得られるようにしてくれるのは間違いなく魅力的です。一方、オンラインプラットフォームにはどのような利点がありますか？オンラインプラットフォームは利便性と柔軟性を提供します。自分のペースで複数のオプションを自由に検討し、価格を比較できます。さらに、多くのウェブサイトでは、情報に基づいた意思決定に役立つカスタマーレビューや評価を提供しています。なるほど。オンラインプラットフォームで価格を比較したり、レビューを直接読んだりできるのは確かに有利です。これにより、より独立した意思決定が可能になります。オンラインでお得な情報を見つけるためのヒントはありますか？確かに、オンラインでお得な情報を検索するときは、旅行日や目的地を柔軟に設定することが不可欠です。価格アラートを設定したり、シークレットモードで閲覧したりすることも、最適な価格を見つけるのに役立ちます。さらに、事前予約やオフピークシーズンに予約すると、大こ幅なれらは割引が受けられます。旅行日や目的地を柔軟に設定できると、可能性が広がります。価格アラートとシークレットモードを使用すると、常に最新情報を入手し、価格の変動を避けることができます。そのことは心に留めておきます。オンラインで予約するときの注意点はありますか？絶対に。支払いを行う前に、ウェブサイトまたはプラットフォームの信頼性を確認することが重要です。安全な支払い方法を探し、利用規約をよくお読みください。また、不測の事態から身を守るためにも、旅行保険に加入しておくことをお勧めします。アドバイスありがとうございます。ウェブサイトの信頼性を確認し、安全な支払いオプションを確保し、旅行保険に加入することは、オンライン予約の重要な側面です。これらの分野には必ず細心の注意を払います。他に考慮すべきことはありますか？もう一つ考慮すべきことは、複数のプラットフォームの価格を比較することです。ウェブサイトが異なれば提供している取引も異なる場合があるため、最終決定を下す前に様々なオプションを検討することが有益です。また、質問や懸念がある場合は、遠慮なくカスタマーサポートに連絡してください。それは素晴らしい点です。様々なプラットフォームの価格を比較することで、情報に基づいた決定を下すことができ、より良い取引を見つけることができる可能性があります。最終的な予約をする前に、時間をかけてリサーチして比較します。たくさんのご意見ありがとうございました。どういたしまして。手伝えてよかった。オンラインプラットフォームを利用する場合でも、旅行代理店を利用する場合でも、重要なのは事前に計画を立て、常に最新情報を入手し、好みや予算に合った選択をすることです。休暇の計画を楽しんでください。ありがとうございます。ご指導とご支援に感謝します。バケーションプランの旅を始めて、お得なプランを見つけることができてワクワクしています。思い出に残る、よく計画された休暇を過ごしましょう。次の会話まで。
レッスン16、ポジティブな影響を生み出す。アンナさん、こんにちは。自分が会社にもたらしたプラスの影響について考えています。継続的な改善に努めることが大切ですよね。こんにちは、ジョン。絶対に。自分の業績や会社にもたらしたポジティブな変化を振り返ることは、モチベーションを高めることができます。私たちの貢献の価値を認識し、成長を追求し続けることが不可欠です。これ以上は同意できませんでした。私たちの業績を認めることは自信を高め、新しい目標を設定する励みになります。これは個人的及び職業的能力開発にとって素晴らしい戦略です。間違いなく、私たちの成功を祝い、それを将来の成長への足がかりとして活用することは強力なアプローチです。これにより、私たちは強みを生かし、さらに大きなインパクトを与えることができます。それは素晴らしい視点です。強みを生かすことは、個人的にも職業的にも成長するための重要な要素です。これにより、私たちは継続的な進歩を遂げ、会社の成功に積極的に貢献することができます。絶対に。自分の強みに注目し、それを仕事に生かすことで、有意義な変化をもたらすことができます。それは、自分の可能性を最大限に引き出し、価値を付加する方法を見つけることです。完全に同意します。私たちの可能性を最大限に引き出し、仕事に付加価値を与えることは極めて重要です。これにより、私たちはポジティブな影響を与え、会社全体の成功に貢献することができます。間違いなく、会社の成功には、一人一人の貢献が重要な役割を果たします。私たちがエクセレンスを目指して努力し、ベストを尽くすことで、集団としてのポジティブな影響が生まれます。全くその通りだ。社内の全員がエクセレンスに取り組み、ポジティブな影響を与えることに集中すれば、成功の文化が生まれ、組織を前進させることができます。正確に、継続的な改善を重視し、従業員のポジティブな影響を認識する文化は、イノベーションと成長を促進します。企業にとって、このような環境を育むことは重要です。これ以上は同意できませんでした。継続的な改善の文化を育み、従業員のポジティブな影響を認識することは、双方にメリットのある状況です。それは会社と関係する個人の両方に利益をもたらします。絶対に。それは共生関係であり、会社は従業員の貢献によって成長し、従業員は支えられ、感謝される環境で成長し発展します。よく言った。会社と従業員の両方がお互いの成功から恩恵を受けると、成長と達成というポジティブなサイクルが生まれます。これは、ポジティブな影響を与えることの重要性を証明しています。確かに、ポジティブな影響を与えることは、会社にとって有益であるだけでなく、個人的な充実感にもなります。これにより、私たちは永続的な印象を残し、プロとしての道のりに有意義な貢献をすることができます。洞察を共有していただきありがとうございます。私たちがもたらすポジティブな影響を振り返り、継続的な改善に努めることは、培うべき貴重な考え方です。今後、さらに大きな影響を与えることが大切です。次の会話まで。レッスン17、支払いオプション。アンナさん、こんにちは。新しいレストランを試してみようと思っています。クレジットカードが使えるのか、現金しか使えないのか知っていますか？こんにちは、ジョン。いい質問だね。新しい場所を訪れる前に、受け付けている支払いオプションを確認しておくと良いでしょう。私が調べてみます。ありがとうございます。
ご協力に感謝します。現金を持ち歩く必要があるのか、それともクレジットカードが便利に使えるのかを事前に知っておくことが重要です。どういたしまして。確認したところ、クレジットカードと現金の両方が使えます。そのため、ご希望のお支払い方法を柔軟に選択できます。それは素晴らしいニュースです。クレジットカードと現金のどちらを使うかを選択できると、利便性と柔軟性が高まります。選択肢があるのはいつでもいいことです。絶対に。複数の支払いオプションがあると、よりスムーズで便利な取引が可能になります。企業が様々な好みに応えることは良い習慣です。私も同感です。クレジットカードと現金の両方を受け入れることで、レストランはより幅広い顧客に対応し、食事体験をより便利にしています。間違いなく。クレジットカードを受け入れることは、現金を持ち歩きたくないお客様や手持ちの金額が限られているお客様にとって特に有益です。安全で便利な支払い方法を提供します。それは本当です。クレジットカードを使うと、セキュリティと利便性が向上します。さらに、顧客は経費を追跡して、購入時に特典やキャッシュバックを獲得できます。絶対に。クレジットカードには、特典プログラムや購入保護などの追加のメリットがあります。責任を持ってカードを使用し、期限内に残高を返済することが重要です。完全に同意します。クレジットカードの責任ある使用は、メリットを最大化し、不必要な借金を避けるための鍵です。支払い状況を常に把握し、経費を賢く管理することが重要です。賢明な財務管理が不可欠です。どの支払い方法を選んでも、予算を立てて経費を計画することは常に良い考えです。支出に注意することは、財政の安定を維持するのに役立ちます。それは素晴らしいアドバイスです。財政の安定を維持し、情報に基づいた意思決定を行うには、予算編成と計画が不可欠です。身につけて実践すべき貴重なスキルです。絶対に。良好な金融習慣を身につけ、支払い方法について情報に基づいた意思決定を行うことは、全体的な経済的幸福に貢献します。これはパーソナルファイナンスの重要な側面です。これ以上は同意できませんでした。財務上の選択肢に留意し、利用できるさまざまな支払いオプションを理解することで、情報に基づいた意思決定を行い、財務を効果的に管理することができます。よく言った。支払い方法について十分な情報に基づいた意思決定を行うことは、当社の財務上の責任の一部です。これにより、財務目標を念頭に置きながら、スムーズで便利な体験ができます。ご意見ありがとうございます。レストランの支払いオプションと財務責任の重要性についてのあなたの情報は貴重です。訪問を計画する際には、そのことを念頭に置いておきます。次の会話まで。レッスン18、ローカルエクスペリエンス。アンナさん、こんにちは。旅行中に思い出に残る生涯の経験をしたことはありますか？印象に残った地元の名物料理を食べましたか？こんにちは、ジョン。絶対に。旅行はユニークで思い出に残る体験をする素晴らしい機会を与えてくれます。地元の特産品を試すことは文化に浸り、心に残る思い出を作る最良の方法の一つです。それは魅力的だ。新しい場所を探すには、地元の食べ物を試すことが欠かせないと思います。そうすることで、地元の文化に触れ、本場の味を堪能することができます。
間違いなく、食べ物は人々を結びつける世界共通語です。地元の料理を試すことは、私たちの味覚を満足させるだけでなく、その場所の伝統や習慣を理解するきっかけにもなります。これ以上は同意できませんでした。目的地の食文化遺産を探求するのに最適な方法です。地元の食材や調理技術がユニークで楽しい味を生み出すことがよくあります。絶対に。各地域には独自の食の宝庫があり、それらを試すことで私たちの旅行体験に新たな次元が加わります。美味しい冒険に出かけるようなものです。ワクワクしそうですね。食べてみて気に入った特産品はありますか？あなたの料理の冒険について知りたいです。ああ、確かに。タイ旅行中、人気の郷土料理である本格的なパッタイを食べる機会がありました。タマリンドのピリッとした味からハーブのフレッシュさまで、フレーバーの組み合わせは信じられないほど素晴らしかったです。それは素晴らしいですね。パッタイはその鮮やかな風味で知られるタイの定番料理です。一皿だけでその国の伝統料理のエッセンスを捉えることができるのは魅力的です。絶対に。文化の多様性と豊かさを代表する料理の大使のような存在です。それを食べてみると、そのような味を生み出すためのスキルと芸術性に感謝しました。それは素晴らしいです。郷土料理を探求することは、新しい味覚を教えてくれるだけでなく、その場所の歴史や伝統についても教えてくれます。五感と心のごちそうですね。間違いなく。食べ物はその場所のアイデンティティや歴史と深く絡み合っています。地元の特産品を体験することで、地元の伝統や料理の背後にいる人々についての理解が深まります。完全に同意します。目的地の味やストーリーを巡る旅のようなものです。一口一口ごとに文化の一部が伝わり、いつまでも印象に残ります。正確に。だから私はいつもどこに行っても地元の名物を試すようにしています。大切な思い出を作り、その場所の心と魂とつながるチャンスです。あなたの経験を共有してくれてありがとう。地元の特産品を試したことについてのあなたの話は、私が訪れた場所の美味しい料理を探求するきっかけになりました。自分だけの風味豊かな冒険に乗り出すことにワクワクしています。次の会話まで。レッスン19、健康的な食事。アンナさん、こんにちは。ダイエットにも気を配っていますか？最近はもっと健康的な選択をしようとしてるんだ。こんにちは、ジョン。絶対に。健康に気を配ることは重要です。そのための一つの方法は、食べるものに気を配ることです。また、より健康的に食べて、加工食品を減らすように努力しています。それは嬉しいですね。加工食品は便利ですが、私たちの体が必要とする栄養素が不足していることがよくあります。バランスの取れた食事のためには、未加工の自然食品に焦点を当てることが重要です。間違いなく。自然食品には必種のビタミン、ミネラル、繊維が含まれていますが、加工食品には通常、糖分、不健康な脂肪、人工成分が多く含まれています。栄養豊富な選択肢を優先することが重要です。これ以上は同意できませんでした。栄養豊富な食品を選ぶことで、私たちは体に栄養を与え、全体的な健康を支えます。より健康的なライフスタイルを実現するためには、
意識的な選択をすることがすべてで絶す。対に。制限食や栄養不足の問題ではなく、自分に合ったバランスの取れたアプローチを見つけることです。大切なのは大好きな食べ物を楽しみながら、体に栄養を与えることです。それは素晴らしい視点です。持続可能で楽しい健康的な食事方法を見つけることがすべてです。時間をかけて小さな変化を起こし、健康に大きな影響を与えることが大切です。正確に。小さな変化が積み重なって、私たちの全体的な健康状態が大幅に改善されることがあります。それは、徐々に調整を行い、持続する健康的な習慣を身完全につけるに同意ことです。します。健康的な習慣を身につけるには時間と一貫性が必要です。自分自身に対して忍耐強く、完璧ではなく進歩に集中することが重要です。絶対に。最も重要なのは進歩です。健康的な食生活に向けて私たちが取る一歩一歩は、より良い、より活気のある生活への一歩です。それはインスピレーションを与えてくれます。より健康的な食品を選ぶことは、身体の健康に役立つだけでなく、精神的、感情的な健康にもプラスの影響を与えます。これはセルフケアへの総合的なアプローチです。間違いなく。私たちの食べ物の選択は、私たちの生活のあらゆる側面に影響します。栄養のある食べ物で体に栄養を与えると、活力が増し、集中力が高まり、これ以上は一同意日をできま始めるせんでした。準備が整食べいます。物が私たちの全体的な健康にどのように影響するかは驚くべきことです。私たちが食べるものは重要であり、私たちの健康に大きな影響を与えることを思い出させてくれまレッす。スン20、レンタカー。こんにちは、アンナ。来週旅行する必要があります。それは理にかなっているように思えます。旅行用の車の予約はできますか？こんにちは、ジョン。絶対に。レンタカーは旅の際に便利で柔軟な選択肢となります。そのお手伝いをします。どこへ旅行する予定ですか？ロサンゼルスへ旅行します。会議がいくつかあるので、自由時間に街を探索したいです。車があると、自由に動き回ることができます。それは素晴らしいアイディアだ。車を持っていると、街の様々な場所を簡単に移動したり探索したりできるようになります。空き状況とオプションを確認させてください。ありがとうございます。ご協力に感謝します。燃費の良い小型車か中型車を探しています。何かおすすめはありますか？承知しました。あなたの好みに合う車を見つけるお手伝いをします。燃費は特に長旅では考慮すべき点です。利用できるオプションを確認させてください。それは素晴らしいことです。あと1週間くらい車も必要です。レンタル料金や注意すべき追加料金を教えてもらえますか？もちろん。必要な情報はすべてお伝えします。保険適用範囲やマイレージ制限などの追加料金について知っておくことは重要です。必ず包括的な見積もりを提出します。ありがとうございます。細部にまで気を配っていただきありがとうございます。また、車を引き取るときに持参する必要のある特定の要件や書類があるかどうか知っていますか？絶対に。通常、有効な運転免許証、レンタルデポジット用のクレジットカード、保険証が必要です。具体的な要件は異なる場合があるため、必ずレンタカー会社に確認することをお勧めします。それは知っておくと良いことです。
必要な書類は全部用意しておきます。詳細と料金を伝えたら予約を確定します。それは計画のように聞こえます。すべての情報を集めてメールでお送りします。さらに質問がある場合やサポートが必要な場合は、遠慮なく私に連絡してください。どうもありがとうございます。ご協力に感謝します。旅行のレンタカーの手配について皆さんのサポートがあることを知ったことで、より自信が持てるようになりました。レッスン21、旅行のヒントとアドバイス。アンナさん、こんにちは。次の旅行で試してみたいと思っている賢い旅行のヒントを読んだところです。他に旅行に関するアドバイスはありますか？こんにちは、ジョン。あなたが見つけた賢いヒントを聞きたいです。そして、はい、旅行のヒントがもう少しあります。アドバイスを交換しよう。そこで、私が見つけたヒントは、スーツケースのスペースを節約するために、服を折りたたむのではなく丸めることを提案しています。実践的なアイディアのように思えます。それは素晴らしいヒントです。衣類を丸めると、スペースを節約できるだけでなく、シワを最小限に抑えるのにも役立ちます。私もいつもそのテクニックを使っています。これが実証済みの方法であることを知っておくと良いでしょう。旅行をより便利にするために、他に何かアドバイスはありますか？私の一番のヒントの一つは、シャンプー、歯磨き粉、モイスチャライザーなどの必需品が入った小さなトラベルサイズのトイレタリーキットを詰めることです。スペースを節約でき、必要なものが必それはず賢い考揃います。えだ。フルサイズのボトルを持ち運ぶよりずっと便利です。旅行用サイズのキットを必ずパッキングリストに入れておきます。もう一つのヒントは、パスポートや旅行保険などの重要な書類のコピーを用意することです。紛失や盗難に備えて、原本とは別に保管してください。それは貴重な予防策です。コピーは必ず荷物に安全に保管しておきます。予期せぬ事態に備えておいた方がいいです。絶対に準備をしておくと、ストレスや手間を大幅に軽減できます。また、電子機器用のユニバーサルアダプターも忘れずに用意しておきましょう。良い点です。国によってコンセントの種類が違うので、ユニバーサルアダプターがあればどこでもデバイスを充電できます。まさに、これは小さなアイテムで、旅行中の接続や充電の維持に大きな違いをもたらします。これらすべての旅行のヒントに感謝します。それらは実用的で、間違いなく私の旅行をより楽しく、ストレスのないものにしてくれるでしょどういたしまして。お役に立てて嬉しいです。旅行はエキサイティングな冒険であるべきです。これらのヒントはあなたの経験を豊かにしてくれます。う。それは本当です。これらのヒントを応用して、新しい場所を簡単に探索できるのを楽しみにしています。改めて、ありがとうございます。問題ありません。次の旅行で素晴らしい時間をお過ごしください。安全な旅をして、すべての瞬間を楽しんでください。私がします。ありがとう。帰ったら必ず私の経験を共有します。それまでは気をつけて。